日はですね、何かと話題沸騰中のダウンタウンプラスについてお話をしたいと思います。私も想像してましたけど、やっぱりさすが松本人志さん、かなりの売り上げを、上げるだろう当初はですね、だと思いましたし、値段設定がそんなにおかしいとは、思いません。撮影終わった後、僕は入ってないです。まず言わせてもらうと、入ってないです。なので、本編見ずに、この動画撮ってます。なぜかというと、本当に興味がないからです。お笑いについては。僕、松本人志さんのお笑いってあんまり実は見たことなくて、もちろんダウンタウンデラックスとか、彼らが MC をやってる番組は何回も出演させていただきましたし、多分和牛マフィアのパフォーマンスをやって、その時にダウンタウンのお二人にですね、会員証をプレゼントしたら、律儀にですね、西麻布の和牛マフィアに、後輩芸人を引き連れて松本人志さん来ていただいて本当にありがとうございます。本当素晴らしい方だと思います。なので、いろいろ、言われましたけれどもね、性加害問題みたいな言われましたけれども、あれでですね、テレビから消えてしまったみたいなこと自体はすごく僕は残念なことだと、思っておりますけれども、マジでお笑いはよくわかんないし、M1 グランプリ過去10年分全部見ましたけど、何が面白いのかさっぱりわからないっていうのが私の評価でございまして、すいません。なんとなくこんな感じだよみたいなのが読めちゃうんで、そういう展開が論理的に読めない人たちの方が向いてるんだろうな。これも映画の CM、令和ロマンのお二人にやってもらったんで、彼らのチャンネルに実は出演させていただいて、M1 グランプリの話もさせていただいたんですけど、だからああいう頭のいい人たちがネタを作って、残念ながらそこまで頭良くないんじゃないかなみたいな人たちが笑うっていうような構造になってんのかなっていうふうに思っていて、なんかちょっとネタ作り系はちょっと微妙かなと思ったのと、僕は本当にお笑いのチャンネル見ないんですけど、この間ニセコに友達とか後輩とスノーボードやりに行ったら、後輩の一人がお笑い大好きで、松本人志さんプロデューサーのドキュメンタルとかをずっと流してたんですよね。下品だな、みたいな。こんな下品なネタがみんな好きなんだな、とかって思って、そういうのではあんまり面白くないなと思っちゃうんで、僕見てないです。はい。見てないんで、好き勝手言ってます。ただ、見た人の感想は見てます。流れてくるんで。はい。松本さん老けたなとかね、これからサブスクでずっと有料配信でやっていくのは地獄だよね、とかね、そういう意見とかはちらほら耳にします。月額1100円でしたっけ？結構大変だと思いますよ。有料コンテンツずっとやっていき続けるっていうのは、本当に、だってネットフリックスに並みのお金を取ってるわけじゃないですか。僕なんかはね、月1000円とか2000円とかとってもいいやと思って、そのまま言い続けるようないい会員なんですけど、ほとんどの人たち結構シビアにやめてくんで。なので、ある程度いいコンテンツを出し続けないとなかなか難しいし、お笑いってやっぱりもちろん松本さんの場合はね、後輩の芸人さんでフレッシュな人たちとかどんどんコンテスト M1 的なものを通じてどんどん出てくるんで、コンテンツの供給も止まらないんじゃないかって思うかもしれないですけど、思ってるよりも有料会員、僕もメルマガとか、この YouTube もそうですけど、時事ネタにしてるのは、ネタがなくならないようにするために僕は時事ネタ YouTuber をやってるんですよ。大原浩二さんっていう逆漫画家がいて、一世を風靡したんですけど、甲子園とかね、そういうので一世を風靡したんだけど、その後、統合失調症かなんかになって、精神崩壊しちゃって、その崩壊した精神を今漫画にしてるっていう。笑うに笑えないよね、みたいな。逆漫画家なのに笑えるに笑えないよね、みたいな状況になってるので、逆漫画家ってやっぱりそうなりやすいみたいですね。考えなきゃみたいなプレッシャーがすごいらしくて、お笑いを考えるって多分すごいプレッシャーなんだと思います。ネタが降りてこないといけないみたいな。だからその中でも本当に才能がずっと泉が湧き続けるみたいな人たちだけが残っていく、すごく修羅の道だと、そもそもお笑いが修羅の道だと思ってるんですよね。だからやっぱり大御所というか、視聴率が取れるというか、そういった人たちっていうのはやっぱダウンタウンさんもそうですけど MC にもなるわけですよ。だって楽だもん。ネタ作るの多分大変だもん。彼らってテレビで無料の世界でやってきた人たちじゃないですか。無料の客と有料の客ってやっぱシビアさが違うんですよね。僕の時事ネタだって、ちょっとした最近だと政治系で僕結構炎上してますけど、政治でさ、炎上するだけでさ、すごいフォロワー減るんだよ。無料ですらそうなんだけど、有料のメルマガとかオンラインサロンの会員とかも、やっぱ減ってたよね、結構ね。
常にバズを見ながら新規会員を取り続けるっていうことをしないと、有料のお客さんっていうのはどんどん減っていくよね。世の中に対応した形で適応していかないと。だけど、そうなっても常に最前線でいようと思うと、何十万人っていう有料会員をですね、抱えようと思うと、それは松本さん相当働かないと、馬のように働かないといけないわけですけど、還暦超えてるわけでしょ。それ体力も落ちてくるしね、頭の回転も落ちてきますよ。そんな中でね、ダウンタウンチャンネルを作るっていうのは、修羅の道でしかないなって僕は思いました。やっぱ、ダウンタウンのお二人がいないと始まんないですから。ね、それは吉本興業、すごいなと思いました。まだ、この二人をこき使うのかと。えげつねえ会社だなって思いました。怖い吉本興業ということで、今回ダウンタウンチャンネルのお話をさせていただきました。いってらっしゃい。